こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。3月12日木曜日、時刻は今何時だっけ？昼の間もなく3時を回りつつあります。で、今日何の話をしようかについて考えていたんですけれども、テレビを手放して良かったこと、こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。テレビを手放して8年ぐらい経つのかな。確か2018年の3月頃にそれまで持っていた32型32インチのテレビを手放したんですけれども、結果的には自分の人生から取り除いてよかったなというふうに感じますね。別にテレビそのものが嫌いっていうわけじゃないんですよ。もちろんその平成だった頃の時代はスマートフォンが普及していなかった時代においては、その当時流行っていたテレビドラマだったり、あとはバラエティ番組をよく見ていた時期もあれば、テレビアニメとそうね、金曜ロードショーとかそういうのをよく見ていた時期ありました。そういう面で考えると、当時の学校の同級生とそういう共通の話題が生まれたりとかして、それはそれで結構楽しい時代だったんですよね。その平成だった頃を振り返ると、ある程度、今と違って、多少なりとも不便なところはあったにせよ、でもその不便さがかえってちょうどいいというか、必要以上に多くの情報量が入ってこない分余白があるような、そういう感じがあって、それはそれで結構楽しかったんですよ。で、あとは今の教育事情とかそういうのよくわからないんですけれど、たまにその子供だってよくその小学生とか中学生ぐらいの子が公園とかその辺りで、鬼ごっこをしたりとかボールを使って何か遊んでいる光景をたまに目にすることはあるんですけれど、当時はめちゃめちゃ流行ってましたね。それぐらいしかあんまり遊ぶことがなかったんで、でもそうやって体を動かして日の光を浴びて、で思いっきり汗を流してそうやって体を鍛えながら全力で走りまくる、そうやって、当時の同級生とその楽しい時間を共有できるっていうその時間がすごく楽しかったんですよね。で、社会人になってからその仕事終わりに家に帰って、でテレビをつけてずっと眺めっぱなしでいるような習慣が続いてた時期があったんですよ。多分これは僕だけに限らずそういう人ってきっといると思うんですよね。けれど近年のそのテレビ番組とかそのニュースとか、何度か目にしてて思ったのは、その変更報道が多いっていうのと、そのメディアが本来報道するべきはずのニュースとか、その大事な情報だったりね、そういうものがちょっと不足しているようなそういう印象でして、これについては僕以外の方でも同じような話をしていると思うんで、ちょっと詳細は割愛しますけれど、そういうのを見て振り返って思ったのは、これ別に今となってはもうテレビ必要ないんじゃないかなって思ったんですよね。それも現代では娯楽関連のサブスクが流行ってるじゃないですか。なんだっけあれ、ネットフリックスとかアマゾンプライムとか UNEXT とか、あとは音楽系で言ったら Spotify や Apple Music っていう類のものがあると思うんですけれど、僕そういうの一切入ってないんですよね。もちろん便利なのは分かりますし、でしかも一度ダウンロードすれば契約してる間はいつでもオフラインで聴けるっていうその手軽さはもちろん魅力的だと思います。ただそういうものもひっくるめてあまり見ないことにしてるんですよ。なぜかっていうと、無限のような膨大な量のコンテンツを消化するためだけに自分の貴重な時間とエネルギーを無駄にしてしまうこと、または睡眠の質が悪化してしまうことにすごい嫌悪感を覚えるんですよね。それが嫌で、あとそれ以外にも前の動画で話したと思うんですが、そういったサブスクだったりそういう有料課金のものが増えれば増えるほど、それが毎月のその日々の暮らしにおける支出が
ものすごいこうどんどん増えていって、それが年間で計算すると必要以上に多くのお金を払い続けてることになってるんですよね。でもちろんお金の使い方だったり、そのどんな風にして日々の私生活を送るかは、まあそれは個人の自由ですので、それがいいかどうかここでは何とも言えないんですが、ただ自分の場合はそういったものに時間とお金を使い続けるぐらいだったら、もっとその体全体で何かその新たな感動を得ることだったり、ものよりも体験にフォーカスしたいなと思って、それでさっき言ったようにそのテレビを完全に手放したことやゲーム機を手放すこと、もしくはまあそうね、前回の動画でも話したようにその映像配信や音楽ストリーミングサービスとかそういうものについても、その有料のサブスクというのは一切入らないことにしていますね。まあ、そういう感じで空いた時間を利用して自らが何かクリエイティブな活動を続ける、今日みたいにこうやって発信することだったり、何かを作ること、その創作を手掛けることだったり、またはハテナブログとかノートとかいろんな媒体があると思うんですけど、そういったプラットフォームを通じて文章を書くことだったり、または写真を撮ってそれをアドビストックとかそういうなんか写真販売ができるようなサイトに投稿してみるとか、もしくはインスタに投稿するのでも別にいいんですけれど、そういう感じで自らができること、今この瞬間自分の得意なことを駆使して、でそれを全世界に向けて発信するっていうような、そういった活動を続けていく方がもっと楽しくなるんじゃないかなって思ったんですよ。それはなんだろうな、まあ自分で何かを築き上げることだったり、何か一個ずつ積み上げる、直にこう一歩ずつ前へ向かっているかのような、そういう感覚が得られるんですよね。でしかもそうやって小さく続けることによって何らかのフィードバックが得られたりとか、もしくは何かの新しい気づきや新たな学びが生まれたりなど、やはり自ら経験して地道にできることを一個ずつこなして、そういうふうにして行動し続けることによってその先の道へとつながっていくんじゃないかなっていうふうに僕はそう考えています。まあこれは実際にそういう発信を行っている人やクリエイティブな活動をしている人だったら分かると思うんですけれど、最初はね誰しも初心者なわけですし、何も分からないところからスタートするっていう例がほとんどだと思うんですよ。それ以外ではまあ経験者の方がまあそれまでその前職で築き上げてきたこと、その前職のそのスキルを生かしてそれを発信につなげるっていうような、そういう方もきっといると思いますね。まあそれはまあ人それぞれ異なるんで何とも言えないんですけれど、今日この瞬間何かやってみたいなとかそういうふうに感じることがあるんだったら、もうその思いに従って少しずつ前に進むような、そういう行動につなげていくのが大切なんじゃないかなって内心僕はそう思いますね。ちょっと寒くなってきたんでちょっと前に進めようかな。ちょっと待って。でさっき言った話とは違って、でテレビを手放してよかったのは、その自分にとっての貴重な時間やその意識だったり、または必要のない情報が頭の中をこう支配する、その脳のメモリーが無駄に消費され続けるような、そういう不快感がとてもすごい不愉快で、それで時間を無駄にしてるような錯覚を覚えるんですよね。まあもちろんテレビをずっと眺めるのが好きって人もいるでしょうし、それ自体は僕は何も言わないんですけれど、ただ自分はそうやって日々の暮らしだったりその日常生活の中で知る必要のない情報とか、もしくはなんか見てて不愉快だと感じるもの、特に日本のバラエティってあれなんか体の特徴をいじったりとか、相手のその体型とかそういうものをいじってそれを笑いにするっていうような風潮が根強いじゃないですか。僕あれがあんま好きじゃなくて、でそれで最近日本のお笑い番組とかそういうのって全然興味がなくなったんですよね。昔はともかく今はなんか全然、興味がないですね。でテレビドラマに関しても昔の方がもっと面白いものがたくさんあったわけですし、今の全然わからないんですけれど、ちょっと、なんか別に見なくてもいいかなっていうふうに感じました。で最後に今あれ WBC やってるじゃないですか、ワールドベースボールクラシック。その WBC に関しても今これテレビでやってないんだってね。あれびっくりしましたよ。昔イチロー選手が WBC のその代表として出ていた時期は、その当時リアルタイムで見ていたんですけれど、あの当時はテレビ
で見れたんですよ。それが今ではネットフリックスとかそういう映像配信系のやつに加入しないと見れないっていう仕組みになってるから、まあそれは多分利権争いというか、多分そういう裏事情があってのことなんでしょうけれど、ただその全員がその平等に見れないっていう現状を考えると、なんだか悲しくなりますよね。まあ、そういうのも全部ひっくるめて、これから先テレビを持つ必要ないんじゃないかなって、内心僕はそう思いました。で最後に一番伝えたかったのが、テレビを買うのはいいとして、それを部屋に置くと一気に部屋全体が狭くなるんですよね。圧迫するっていうか、なんかその部屋のその空間がテレビとかそういう家具とか電化製品によって大部分が支配されてしまう、それによって占めてしまうのがなんだかもったいないなと思って、で買うのも大変ですし、でそれ処分するのもお金かかるんで、それについて考えた時、そういう面倒くささが先行するわけでして、僕それが嫌なんですよね。そういう面倒くさいものをできる限り取っ払う上で、余計なものは初めから買わないと、なるべく少ないもので暮らすっていう、そのミニマリズムみたいな思想をもとに、普段の生活においては少ない洋服と少ない持ち物で暮らすっていうことを前提に日常生活を送るっていう、そういう感じで過ごしていますね。で結果的には大満足ですね。テレビを手放したことによって余計な情報を見る機会が大幅に減ったことと、で空いた時間利用して体を鍛えることだったり、または勉強することや僕みたいにこうやって発信をすること、それ以外にまあ人によってはその英語やスペイン語、フランス語を含む言語学習とか、もしくは資格を取るための勉強だったり、何でもいいけれど、そうやって自らが何かを積み上げる、何かに向けて行動するっていうような時間に回した方がもっと人生は面白くなるんじゃないかなって、個人的にはそういうふうに感じますね。まあどんなふうに生きていくか、それは人それぞれですので別に強制はしないけれど、ただ僕はまあ今日みたいにこうやって外の景色を交えつつカメラに向かって、日々のその今自分自身が単純に思っていることや考えていること、今の心境だったり、そういうリアリティのあるような記録をこれから先も取り続けていきたいんですよね。で万が一僕の家族が僕のこうして今続けている YouTube チャンネルを見つけた場合、これはそういうのも全部ひっくるめて遺書として残してるんですよ。かつて生前の僕はこういうことを喋っていた、こういうことについて考えていたっていうような、そういうのも交えて撮ってるっていうような、簡単に言えばそんなところですね。で実際にこうやって続けていくことによってなんて言うんだろう、それまで気づきもしなかった自分自身の思考や感情が芽生えたり、またはこうして続ける上で新たな発見やまたは何らかのフィードバックが得られたりとか、そういったことも全部ひっくるめて自分自身のクリエイティブに影響をもたらしてくれるんですよ。そういうのを考えたらやっぱり日々の私生活でどんな風に時間を使っていくかだったり、自分の経験を後の資産に変えていく上ではやはりこういう発信や創作活動っていうのはとても大切なんじゃないかなって内心僕はそう思いますね。しかもこうやって今みたいにその個人で何かを築き上げることをできるようなそういう時代になってるわけですから、それ考えたら自動的なコンテンツだったり、そのさっき言ったテレビとかそういうものについては受け身の状態でずっと消費し続ける、そういう人生を送るぐらいだったら自ら何かを作り続ける、自ら何かを発信してそれを世界に向けて、共有するっていうような、それこそ自分の行動や自分の考えだったりそれまで経験してきたことをシェアすることによって、一人でも多くの方にそっと背中を押せるような、そういった小さなきっかけにつながればいいなっていう、そういうイメージを持ちながら、こうやって日々 YouTube を続けていますっていう、そんなところではありますね。これも全部アドリブで喋っていますんで、話してる内容があっちへ行ったりこっちへ行ったりしてるかもしれないけれど、それも人間の持つ人情というかリアリティというか、その不確実性だったり雑味とかそういうものを全部交えてのそのリアルなその人間性というものを表に出したいなと思ってやってますんでね。あまり完璧なものを求めないというか、不完全さを受け入れるっていうぐらいのその寛容さと余白を持った方が人生はより健やかなものへと変わっていくんじゃないかなって僕はそう思いますっていう感じですね。
とりあえず今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。てか寒いですね。ちょっと風が強くなってきたというわけで、そろそろ終わりにします。ご視聴ありがとうございました。次回お会いしましょう。さよなら。